ひまちゃんの裏科学講座。わー。はい、こんにちは。アナリティクスの解析から、ルプ主脳内のおじさんに刺さるキャラコンテにて選出され、同キャラで実際の声の人が配信してるけどそちらとは一切関係ない、中の人が喋らないタイプのフリー素材の野生の VTuber、めいめいひまりこと、ひまちゃんですよ。このシリーズでは、巷でなんか話題になってるけど、間違ってたり信憑性が曖昧な科学関連の話題を取り扱っていきますよ。では早速今回のテーマに入っていきましょう。本日のびっくりドッキリ科学はこちら。クマバチは飛べると信じているから飛べる？これはたまに聞くことがありますね。昆虫や航空機に関する豆知識を紹介するネット記事とか、出典などはそっちのけでとにかく雑学知識を乱発する SNS 投稿なんかで見たことがある気がします。これは実際のとこどれだけ信憑性のある話なのでしょうか？ちなみに実はこのネタ、以前運営していた別チャンネルで解説したことがあるのですが、もう5年以上も前のことで動画も消去していますし、最近、おすすめにクマバチを飼って愛を注いでいるおじさんの動画がよく流れてくるようになり、そこでたびたび披露されるクマケツの魅力に魅了され、改めて解説したくなりました。内容としてはかなりの部分をなぞることになりますが、一応完全新作となりますので、このことを知っている人もつべこべ言わずに新鮮な気持ちで見ていってください。それでは、細かく分析して見ていきましょう。1930年代頃、フランスの昆虫学者兼航空技師のアントワーヌ・マニャンという人がこんなことを考えました。うわぁ、クマバチかわええ。ずんぐりボディにモフモフの胸毛、そして愛嬌のある顔。しかも外で出会うのはほぼオスで、針を持ってないから蜂のくせに刺してくることもない。ついでにミツバチの仲間やから花粉を運ぶ重要な仕事もする越中やし、なんて可愛くてええ子なんや。まあ飛ぶ時の音が虫にしては爆音でちょっとビビることはあるけどな。しかしなんでクマバチの飛ぶ音ってあんなに爆音なんやろか。やっぱ体がでかいからか。クマバチをよく観察すると、体のでかさの割に羽がめっちゃちっこいな。これって航空力学的にはどうなんやろか。こんなんで飛べるならなんかすごい秘密があるんやないか。そういえば知り合いの学者にそういう計算が得意な人がおったな。ちょっと計算してもらってみるか。はあ？計算してみるとこれではどうやっても飛べんやで。じゃあ一体どうやって飛べとるんやこいつ。とりあえず重要な謎として著書にまとめとくか。マニャンさんは航空技師と昆虫学者としての観点から、クマバチがその体の大きさに対してかなり面積の小さい羽でどうやって飛んでいるのか、ということに興味を持ちました。なお、実際には対象はクマバチではなくマルハナバチという近縁種になりますが、マニャンさんの観点ではどちらも同じく飛べない存在であり、ぶっちゃけ昆虫に詳しくないとパッと見では同じに見える子たちなので、本動画においては、日本では知名度が高く愛着のあるクマバチで話を進めていきます。マニャンさんは先ほどの疑問を、知り合いの数学者である、アンドレ・サントラゲという人に持ちかけ、クマバチを航空機や鳥と見立てた場合の航空力学的な計算を依頼しました。結果、クマバチの体に対する羽の表面積では、航空機や鳥としての運動力学ではどうやっても飛べないはずになるという計算結果が導かれたため、マニャンさんはこれを引用し、自然界の大きな謎として著書にまとめ出版しました。科学的にどうやっても飛べないはずなのに飛んでいる生物がいるというこの内容は、フランスを起点として欧米圏に瞬く間に広がり、不可能を可能にする自然界の神秘的な偶像として、企業がクマバチをシンボルマークにするなど、一種のミームのように民間で受け入れられていきました。ちなみにこの話では、航空力学の学者がクマバチは飛べると信じているから飛んでいる。との言葉を残したという逸話がありますが、この著書の記述はもとより、マニャンさんを含め科学者がそのようなことを公式に記述したり言及したという記録はなく、この情報の伝聞ゲームの中で創作された都市伝説のようです。このような経緯で一般に広まったクマバチ飛行不可能説ですが、当時は正規のアカデミアでもこの説が受け入れられていたのかというと、
それも違います。そもそもこの著書は、研究者としてはすでに一線を退いていたマニャンさんが、あまり厳密には追求していない素朴な知見をまとめた大衆向けの一般書であり、この著書の中でも、クマバチが飛べないという計算結果は厳密には誤りであるはずで、このメカニズムを解明することには、物理学的、航空力学的な価値があるのではないか、といったような趣旨の話になっています。さらに、飛べるか飛べないかという単純な観点においては、当時先端物理学としての一大体系を確立しつつあった、流体力学に関わる科学者からすると全く検証に値しない俗説と捉えられていたようで、1850年代にはナビエストークス方程式の研究発展により流体の粘性力の概念が提唱され、1880から1910年代にはその粘性と慣性力の比率の関係を定式化した、レイノルズ数というものがすでに流体力学の基礎として定式化されており、この立場からはこの話は全く受け入れられないといったことから、正式な研究対象としては蚊帳の外だったようです。また、飛べないという計算結果を出したラゲさんは、その計算自体は間違っていなかったものの、専門ではなく片手間の仕事だったことから、このことや昆虫の羽構造の特異性を出現しており、前提条件が間違っているという指摘に対し、すぐに認めて撤回したというエピソードもあるようです。これはどういうことなのか簡単に説明すると、レイノルズ数を航空力学分野に適用すると、空気の粘性は、具体的には対象の物体の形状や速度なども関わってきますが、運動という観点では最終的には物体の慣性力と流体の粘性度の対比関係になってくるため、その割合の多くは物体の体積に依存し、航空機と昆虫の大きさで比較した場合、レイノルズ数のオーダーサイズが3から4桁ほども変わってくることになり、これは両者にとっての大気空間の性質は全く異なるということになるので、このことを無視して単純計算した結果には誤差どころの騒ぎではない全く異なる平像が示される、ということになります。身近な例で考えるなら、空気中と水中にいる場合での違いを考えると分かりやすいでしょう。スカイダイビングのような特殊な前提条件を揃えた場合は別として、人間はどうもがいても空気中で単体で飛ぶことはできませんが、水中でなら泳ぐことができます。これは、空間座標的な観点で考えれば飛んでいることと同じになります。つまり、体積が非常に小さな昆虫は、大気中でのレイノルズ数が小さいため、人間でも水中ではそれに近い状態の運動が可能になるように、航空機などよりはるかに低い揚力構造でも、大気中を飛んで移動することができるということになるわけです。そんなわけで、クマバチが科学的に飛べないという説はそもそも俗説であり、その説が出現した時点でもアカデミアで認められていなかったものの、一般ミームによる都市伝説として強力に一人歩きしたため、現代までその話がいろんなバリエーションに変化して残ってしまっていたということになりますね。軽く調べたところ、この話について実はこうという解説記事が結構見られるのですが、それも別のバリエーションになっていて間違っているものが散在しているという、かなり錯綜している状態になっているため、ここで事実を一旦まとめておきましょう。まず、クマバチは飛べると信じているから飛べるということを科学者が言ったということについては、記述としてはもちろんのこと、講演会などでそういう言及が正式になされたという記録はなく、都市伝説として伝わっていく中で創作された完全なデマのようです。特に、企業のシンボルマークともされていたことなどから、どこかの企業や出版社が宣伝文句として大元となるものをでっち上げた可能性は強力に示唆されます。-4、水素水、脂肪燃焼効果下剤、生体深部、アガリクスだけ、サプリメント全般、などなど、現代社会ですら枚挙にいとまがありません。次に、当初は航空力学的に本当に飛べないとされていたが、後年レイノルズ数の適用により誤りであることが証明されたという話。レイノルズ数はこの俗説の発端より20年以上も前に定式化されており、当時すでに流体力学は航空流体工学として取り入れられていたことから、後年反証されたのではなく、当時からアカデミアではただの俗説として無視されており、発端元のマニャンさんもそもそも厳密に計算すれば飛べるはずという立場だったので、これについても分析不足や安易に話を持ってしまったデマということになります。ちなみに、
流体力学的にクマバチを含むハムシの飛行原理が具体的に解明されたのは、1996年、ケンブリッジ大学のチャールズ・エリントンによる、昆虫の羽を模した装置とハイスピードカメラとコンピュータ解析を駆使した空気の渦による揚力を解析した研究となります。要するに、クマバチ飛行不能説は当時は科学的検証に値しないと無視されていて、アカデミアの裾野が広がった1990年代頃になってからようやく注目されるようになり、反証というよりは、具体的なメカニズムがようやくこの頃に解明された、というのが正しい認識となります。このエリントンさんの研究を起点として、現在ではクマバチの飛行について、飛べることは当然のこととしてなぜあのように俊敏な動きができるのかなどといったことまで、より具体的にかなりの部分が解明されています。以上のことから、クマバチが本当は飛べないのに気合で飛んでいるといったこの話は完全に誤りであり、そもそも科学的にそのような認識がなされていた過去があったということですら、全く事実無根の都市伝説ということでした。このチャンネルのリスナーはおじさんが多いみたいなので、ねえパパ、クマバチさんは体が大きいから本当は飛べないのに気合で飛んでるって本当？みたいなことを聞かれることもあるかもしれません。そんな時は、そうだよ、信じて努力すればどんな願いも叶うんだ。お前も成功を信じて努力するんだよ。といったような、以前配信した自己啓発の危険性に抵触するような精神論を説くのではなく、それはちゃうでちび、クマバチはワイらに比べたらごっつちっこいやろ。せやから、世界の感じ方が全然違うんや。ワイら人間も水中では泳いで上に行けるやん。そんな感じで、クマバチにとっては空気中もぬるっぬるやから、泳ぐのに近いような感覚なんや。やからあんなデブでも問題なく空をブンブン飛べるんやで。といった具合に、厳密ではなくても間違いではないイメージを教え、翌日に流体力学の専門書を買い与えてあげましょう。あ、家庭内の不和については当チャンネルは一切の責任を負いません。今回の参考文献は、概要欄に適当に貼っておきます。暇な人は見ておいてください。なお、この話はネタとして一般会話で使用されることは十分によく考えられますが、カジュアルな場においてあまり強い感じで間違いを指摘すると、人間関係を壊す可能性がありますので、用法用量を守って正しくお使いください。それでは今回はこれでお別れです。チャンネル登録するかどうかはお任せしますが、できればもう一本別の動画を見ていって、いや、やっぱり登録してくださいお願いします。でも何でもはしません。あといいねと、俳句とかいう機能がついたみたいなのでそちらもよろしく。あと、学校や職場の友達同僚、親兄弟親戚、近所のおじさんおばさん、